生意気な貧乏人め。レベルが下の人間は上の人間。つまり俺に土下座する義務がある。大会社の御曹司は俺の頭を掴んで勢いよくテーブルに叩きつけた。ガチャンとガラスのぶつかる音が上がり、一気に周囲の視線が集まる。額がテーブルに打ちつけられた痛みより屈辱の方が強かった。いい光景だな。これが貧乏人のあるべき姿だ。お前らもそう思うだろ。ほら、土下座カウントスタート。10、9。いい加減にしてほしい。俺はお前のおもちゃじゃない。このカウントがゼロになった時、痛い目を見るのはお前だ。そう心の中でつぶやきながら、俺は覚悟を決めたのだった。俺の名前は森祐介。父が経営している物流インフラを管理する会社に勤めている。もともとは祖父が始めた会社だったが、開業当時は相当苦労したらしい。俺の父親に代替わりしてから一気に盛り返して、今では経営は順調そのものだ。俺が35歳になった今年、中学時代の同窓会の案内が家に届いた。中学の同窓会は25歳の時に一度開かれ、今年で2回目になる。俺は前回不参加だったこともあり、今回も不参加の予定だった。だが、そんな時、中学時代に仲の良かった友達から連絡があったのだ。久しぶり。早速だけど、祐介も同窓会行くよな。いや、今回も参加するのはやめておこうと思ってるよ。なんでだよ。前回もそうだったけど、みんな祐介に会いたいって言ってたぞ。聞けば、当時の友人は全員参加するらしい。彼らはみんな地元を出て行った奴らばかりだったため、確かに今回の機会を逃せば、次に会えるのはいつになるかわからない。わかったよ。今回は参加しようかな。よっしゃ、みんなに言っとくわ。絶対来いよ。半ば強制的な感じもあったが、同窓会の案内はがきの参加に丸をして返送した。そして同窓会当日、俺が会場のホテルの一室に向かうと、懐かしい面々が出迎えてくれた。さすがに35歳ともなると全員年を取っているのがわかる。当時の面影を残しつつ、みんなすっかり落ち着いていた。それはきっと俺も同じだろう。俺たちはそれぞれ近況を話した。昇進を重ねて役職についているやつ、結婚して子供がいるやつ、趣味で有名になっているやつ。本当に様々な人生があった。一番驚いたのは、学年一の美形と言われていた男がバツさんの子持ちだったことだろうか。相変わらず見た目がいいのはわかるが、中身だけは当時も見抜けなかったな。お前ら、相変わらずしょぼい人生歩いてるな。大企業御曹司の俺からしたら、どんなやつもしょぼくなるけど。遠くからひときわ大きな声が聞こえてきた。それと同時に会場がざわつき始める。ざわつきの元となる方を見てみると、一人の男が原因のようだ。そうか、あいつも参加しているのか。騒ぎの中心にいるのは藤沢大。俺は思わずげんなりしてしまった。何せこの男には悪い思い出しかない。この同窓会もあいつが不参加ならどれほど良かったか。父親が大会社の社長ということで昔から威張り散らしていて、先生でも手に負えなかった。今この会場の状況は当時の再現といった感じだった。あの頃の取り巻きもそっくりそのまま揃っている。20年という月日が経っても、あいつらだけは何も変わっていなかった。あいつ、相変わらずだな。そうだな。俺たちは俺たちで楽しもう。会わなければ距離を置けばいい。俺たちは藤沢のグループから離れたところで話に花を咲かせていた。
お互いが大人になってしまったからか、近況報告の話題が尽きると自然に仕事の話になっていく。自分の親会社の会社で働いているのは俺だけだった。家業が順調であることを伝えると羨む声が上がった。いいなあ、お前んち中学の頃は大変そうだったけど、あれから大成したんだな。やるじゃん。まあ俺じゃなくて全部父さんのおかげなんだけどね。俺が大学を卒業して就職する頃にはだいぶ軌道に乗ってたし。ちなみに年収はおいくら？簡単にジェスチャーで伝えると友人には驚かれた。会社の基盤は親父が作った。俺は大したことはしておらず、年収やお金の話は苦手だ。それにこういった話をすると競いたいのか財力に自信のあるやつしか寄ってこない。いやいや、ここら辺からお金の話が聞こえてきたよ。年収がいくらだって？ほら、まさにこういうやつが寄ってくるんだ。藤沢は集まっている全員を見た後に俺を見た。あれ？おかしいな。お金の話をしていたのは君だと思ったんだが、君は誰だったかな？お金持ちなら俺が忘れることはないはずなのに。この男が俺のことを覚えていないのは当然だ。中学時代も今でも影が薄いと自分では思っている。森祐介、ここでは誰もお金の話なんてしていないから。藤沢が早く離れていくように、俺はあえて感情を殺して話す。すると藤沢は思い切り音を立てて手を合わせた。ああ、思い出したぞ。地域一の貧乏人、森祐介か。藤沢にはそんな風に思われていたのか。初めて聞いた不名誉な称号に思わず眉が寄る。だがまともに相手にするつもりはない。俺はため息をつきたい気持ちを我慢しながらそっけなく返した。それだよ。もういい？俺が金の話をするはずないって分かったらさっさとここから去ってくれ。いやいや、俺の耳はしっかりと年収の話を捉えたぞ。もしかしてお前の会社は買収されたのか？あの頃は倒産目前だったもんな。藤沢は周りにも聞こえるように声のボリュームを上げる。人を見下すような視線に俺は吐き気すら感じてしまう。確かに中学時代は着る服にも困っていた。制服があったおかげでからかわれずに済んだが、私服登校をする学校だったら後ろ指を刺されて笑われていただろうと思う。だから藤沢の言うことも事実なのだ。だけど親の金で遊んでばかりの藤沢にどうこう言われる筋合いはない。言い返したい気持ちを抑えて俺は席を離れようとした。おい、どうした貧乏人。お手洗いに行くだけです。また上から水でもかけてやろうか。結構です。後ろから藤沢の不愉快な笑い声が聞こえてくる。だんだん気分が悪くなってきた。席を外した俺は中学時代を思い出していた。中学時代、藤沢のいじめの標的にされた時期がある。もちろん貧乏だったことをバカにされていたのだ。初めは無視していたのだが、いじめは徐々にエスカレートしていく。物が勝手に捨てられたり、事実ではないことを言いふらされたりした。さっき藤沢が言った通り、トイレの個室に入っている時に上から水を浴びせられたこともある。数ヶ月で収まったとはいえ、当時のことはあまり思い出したくはない。俺を嘲笑う藤沢の顔が頭の中でぐるぐる回る。気分を落ち着かせようと必死で振り払った。しばらくして気分が落ち着いた俺は自分の席に戻ろうと会場へ向かった。俺の席にはすでに藤沢が座っていた。藤沢は自分の取り巻きに囲まれて気持ちよさそうに自慢話を繰り広げていた。話の内容はくだらないものだった。どんなブランド物の服を買ったとか、車を何台所有しているだとか、愛人がどれだけいるかなんていう
ひどい話題ばかりを口にしている。何一つ羨ましくもないが、取り巻きはここぞとばかりに太鼓持ちを演じている。こんな話の何が楽しいんだ。俺はこのグループの近くにいることも嫌になり、会場の隅へ避難しようとした。すると、移動する俺の姿が目に入ったのだろう。まるで見せ物でも見ているかのようなはしゃいだ声が聞こえてきた。見ろ、貧乏人が逃げていくぞ。負け犬は勝ち組の俺から無様に逃げることしかできないんだ。藤沢の周りで笑い声が湧き起こる。それにさらに気を良くしたのか、藤沢の口は止まらない。お前の会社がどんなもんだか知らないが、どうせちっぽけな会社に決まってる。貧相なオンボロ事務所が目に浮かぶようだ。俺の家業は流通インフラの会社だ。言い返すつもりはなかったのに、つい反論してしまう。しまった、と手で口を押さえるが、待ってましたとばかりに、藤沢はニヤニヤと笑顔を浮かべた。流通インフラね。今日習いましたみたいな感じでそれっぽい言葉を口にするなよ。俺にやり返そうと必死だな、貧乏に。本当に流通インフラの会社なんだよ。どうしても信じられないってなら少し調べれば。はあ、そこまでお前に興味ないってうぬぼれも大概にしろよ。それにお前んちみたいなドマイナー会社いくら調べても出てこないだろ。もう何を言っても無駄なのだろう。こんな男に使っている時間がもったいない。もういいだろう。そっちはそっちで勝手に盛り上がっててくれ。話を切り上げようとして雑な返事をしたのが悪かった。藤沢の反感を買ってしまったようだ。おい待て、貧乏人。俺のジョッキを下げろ。なんで俺が。ぐだぐだ言うな。貧乏人のお前は俺をもてなす責務がある。わかったらとっとと動け。完全に機嫌を損ねてしまったようだ。顔色はまだ赤くはなっていない。シラフでこの態度か。俺は完全に貧乏人として藤沢に舐められている。周りの取り巻きからもとっとと片付けろとジェスチャーが飛んできた。やれやれ。これ以上巻き込まれる前にジョッキを片付けてこの場を離れよう。藤沢が開けたジョッキに手を伸ばした。その時。ついに認めたな。自分が社会の底辺だってことを。藤沢が笑いながら俺に汚れたおしぼりを投げつけてきた。お似合いじゃないか。その汚れたおしぼりで汚い顔も拭いておけ。顔に投げつけられたおしぼりは汚れがひどく、俺の方に汚れが移って触るとべっとりとしていた。最悪だ。こんなことになるなら初めから無視しておけばよかった。俺はもう一度汚れを落としに手洗いに向かう。同窓会に来てこんな思いをするくらいならやっぱり不参加にすればよかったかもしれない。俺は再び会場に戻るとどこかへ移動したのか、俺の席に藤沢の姿はなかった。今日は災難だらけだ。俺はコップに新しく注いでもらった水を飲んで一息入れる。その時、急に後ろから誰かが俺の頭を掴んだ。生意気な貧乏人め、まだ会場にいたか。俺の頭は勢いよくテーブルに叩き落とされた。ガチャンとガラスのぶつかる音が上がり、一気に周囲の視線が集まる。さすがに会場も静まり返ってしまっていた。はははは、いい光景だな。これが貧乏人のあるべき姿だ。レベルが下の人間は上の人間に土下座しろ。会場には耳障りな藤沢の声だけが響いている。誰も声を出そうともせず、息を飲む音が聞こえた。これが下の人間のあるべき姿なんだ。みんなもそう思うだろう。中学の頃から嫌なやつだと思っていたが、ここまでされて俺が我慢する必要があるのか。ほら、どうした。貧乏人は黙って土下座しろ。藤沢は調子に乗って
カウントダウンを始める。俺の頭をつかむ力もテーブルに押し付ける力もカウントに合わせて強くなっていった。この時、俺の腹は決まっていた。もう我慢するつもりはない。せいぜい気分よく数字を数えているといい。俺はカウントがゼロになった時、言い返す覚悟を決めていた。どうしたのかな？数字がゼロになっちゃうよ。ほら。3、2、1、0。じゃあ、君が土下座してね。はあ？予想外の返事が返ってきたからか、ふっと藤沢の手から力が抜けた。この隙に俺は押さえつける手を払って立ち上がった。そして藤沢を真正面から睨みつける。聞こえなかったかな。土下座しろと言ったつもりだったんだけど。冷静に、そして冷淡にそう告げると、藤沢はみるみるうちに顔を赤くしていく。どう底辺なお前が俺に指図するな。どの口がほざいてやがるんだ。君の口こそ改めた方がいいんじゃないのか。この貧乏人め、俺が誰だか知らないのか。俺は超大手の業務用通販の会社の社長の息子。この俺がいて社会が回っているんだよ。貧乏人が俺より勝っているところなど一つもない。聞いておきたいんだけど、本当に俺が勤めている会社を知らないのか。俺の質問を藤沢は軽く笑い飛ばした。貧乏人が勤める会社になんて興味などあるものか。知ったところで虫の餌にもならないだろう。そんなものに時間も労力も使うつもりはない。君の会社の物流はうちが全部回しているのに。だからあなたの会社のインフラは私の会社が全て管理しています。俺は藤沢が理解できるようにゆっくり伝えた。それでも藤沢の理解が追いつくのに時間がかかったようで、ポカンと口を開けている。そうだとして、だからなんだってんだ。俺の立場はお前よりも上だ。仮にお前の話が本当なら、お前の会社は俺の傘下じゃないか。藤沢の言う通りだ。流通インフラで実績を手に入れた父の会社は、その管理能力を目当てに藤沢の会社に買収されている。俺の傘下のくせによくもそこまでの大口を叩けたものだ。本当にお金にしか興味がないのか。俺が君の会社の役員をやっていることすら知らないんだな。俺のつぶやきを聞いた瞬間、藤沢の目が見開かれる。なんだって？俺を差し置いてお前が役員？そう、俺は傘下の会社にいながらにして藤沢の会社の役員を務めている。俺の父親は買収の話が出た時に強く反対したそうだ。もともとうちは家族で自社持ち株 100% だったのもあって応じる必要もなかったからだ。そんな父親が買収の話に応じるきっかけになったのが燃料の高騰だったと聞いている。経営には問題なかったようだが、社員の生活を守り続けるには父は限界を感じていたらしい。あくまで対等であると条件に盛り込まれ、父は買収に合意した。結果、親会社の役員として自分の会社から一人登用されるようになった。そのポジションはずっと父だったのだが、俺が35歳を迎えたのを機に、俺に代替わりしていたのだ。どうしても信じられないなら、会社に問い合わせてみたら、間違いなく俺の名前が出てくるけどね。ふざけるな。そんなこと恥ずかしくてできるか。この様子では、俺が役員に登用されていることを本当に知らないようだ。あれだけ自分の会社だと言っておきながら、この関心のなさには呆れてしまう。俺が今からその役員に訴えて、お前をその立場から引きずり下ろしてやる。親父だって黙っていないぞ。それはおすすめしないな。君は自分がどう評価されているのか全く知らないらしい。それこそ役員会議で君の話題が出ない日はないんだから。今の俺の話に何を感じたのか、藤沢は鼻高々に胸を張った。それはそうだろう。俺は将来を約束されている。
この会社の次期社長は他でもない俺なんだからな。いいや、残念ながら君は社長にはなれない。実は君の行動は問題視されているんだ。心当たりがあるんじゃないのか？藤沢の顔がみるみるうちに青くなっていく。社長は血縁でなければならないという声もあるのだが、この藤沢という男は会社の資金の横領疑惑があった。調査はすでに完了していて、証拠は十分に揃っている。あとは通告のタイミングを待つばかりだ。俺が淡々と事実を告げると、ブルブルと震え出す藤沢。そして唾を飛ばす勢いでまくし立てた。親父が俺の小遣いを減らすからだ。俺のカードも急に止めるし、俺だって意味がわかんないんだよ。どうせ俺の会社の金だろ。使って何が悪いんだよ。そんな考えだから何もわからないんだろうな。今月中に君は社長から呼び出しを受けるはずだ。懲戒解雇を覚悟しておいた方が良さそうだぞ。俺の言葉に藤沢は足から崩れ落ちる。力なく頭を下げた藤沢は意図せず俺に土下座するような格好になっていた。後日、藤沢は社長から呼び出され懲戒解雇になった。社長から勘当され、一人で生きていくことになったようだが、苦労するのは目に見えている。ずっと金に物を言わせて生きてきたので、仕事の能力を何も持っていない。採用されても大した仕事もできず、すぐに嘘でごまかそうとするので、なかなか定職にはつけないらしい。今はどこで何をしているのか知らないが、うつろな目をしてパチンコをしている姿を誰かが見たと言っていた。あれから俺は父の後を継いで3代目の社長になるべく仕事に邁進している。役員の仕事を含め忙しい毎日だ。周りの期待に応えるためにも今まで以上に頑張って働こうと思う。